もこんにちは。本日も7年前のゲームでガチになっている白飯です。四角で囲った場所見てもらったらわかると思いますが、今回の攻撃先は私のスタッフを6人奪っていった方です。ゆうさん。いや、もともとは以前この人のところに潜入した時に見つかった挙句、ゴリ押しでクリアして、相手のスタッフを10人以上奪ったこちら側が完全に悪いんだぜ。それでも奪われた部下が私の助けを待ってるので行きます。いざ参る。どうかお気をつけて。実は潜入前にこの人のステータスを確認したところ、このゲームをプレイしていました。ですので、今回は制圧 FOB という戦術を取ります。制圧 FOB は対人戦を想定した戦術で、攻撃先の FOB を全滅させるんだぜ。潜入発覚判定を食らうと戦闘態勢が解除されるまでゴールを封鎖されてしまうんだぜ。ただ、この NPC たちを全滅させると、プレイヤーに見つかって潜入発覚判定を食らっても、ゴールを封鎖できない状況を生み出せて精神的に若干有利になれるメリットがあるぜ。あと、警備兵を殺害、回収、警備装置の破壊などの行為をすると、相手プレイヤーに緊急ミッションという形で通知が行くんだぜ。もう通知は言ってると思うので、相手プレイヤーが来る前に極力数は減らしていきたいので頑張ってます。あ、でも制圧 FOB をするときは潜入前に派遣ミッションで増援体制の遮断をするよう気をつけてください。これしかかないと NPC が無限に湧いてきます。さあ、なんだかんだ言って、ゴール付近までほぼ全滅させることができました。いて、どこだ？これで全滅かな？あ、生存者がいたようです。制圧、完了。あとは相手プレイヤーが来るまで待機します。待たせたな。ショータイムだ。この効果音、いつ聞いても緊張感が走ります。ここからタイマン勝負です。まずスリーズグレネードで一気に詰めてくるのを防止します。今設置したのはグレード10のワームホール生成器というものです。グレード10のワームホール生成器は L2 と三角ボタンで設置位置にワープできる機能を持っており、さらに死亡または気絶状態になったら体力が完全回復した状態で設置位置に復活できるぜ。卑怯じゃんって思った方多いと思います。しかしこの FOB の性質上、防衛者が圧倒的に有利なんですよね。まず防衛者を気絶させても5秒くらいで起き上がってきます。さらに殺害、回収しても10秒くらいで復活してきます。しかし潜入側は、一度でも死亡、回収されると、ゲームオーバー。圧倒的に潜入側が不利なんでその穴埋めです。スタン製のグレネードランチャーですね。あれに当たるとマーキングされて壁越しでもこちらの行動が丸見えになるし、2発食らうと気絶するから当たりたくはないぜ。さっき投げたのはレーダーに映る予測位置を錯乱させるデコイだぜ。今開いているのがレーダーで大体の敵の位置がわかるぜ。徐々に防衛者が近づいてきてますね。場所を変えましょう。ダークマター。これで防衛者を威圧します。下がってくれましたね。
そらく橋の終わりあたりに隠れてますね。2発当てました。気絶してないですね。相手プレイヤーもアームホール生成器を持ってますね。相手プレイヤーの軍事力から推測すると、あと2個は持ってますね。位置がバレたので一旦場所を変えます。今若干見えましたね。とりあえず、こちら側は防衛者をマーキングして無力化することに徹します。マーキングできませんね。弾薬の補給手段がないので、無駄撃ちすなわち死なので連発は避けたいですね。ここでよくよく考えたら、デコイで騙されている可能性があるとオス主は気づくぜ。やはりデコイを使って自分自身は映らないようにしてましたね。完全に騙されてました。いいセンスだ。それじゃあ場所を潰します。右奥に予測位置が動きました。おそらく睡眠ガスをまともに食らってワームホール生成器でワープしたと思います。今のスタンの音の位置からも下がってますね。ちょい。多分どこかで目視されてたようですね。ワームホール生成器がなかったら終わってましたね。レーダーで爪がないか確認すればよかった。これこのまま詰められるとまずいのでエナジーボールを貼っときます。エナジーボールは敵の攻撃を一時的に無効化するバリアだぜ。よし、とりあえず相手をつかせることができました。ただ、こちら側もチャンスがなくなってきて焦ってます。見えました。無力化できるか？逃げられてしまいました。でも場所は変わってないみたいですね。ならば、これで炙り出します。いけ、ダークマター。右奥に何か見えましたね。逃がすか。壁越しに動きが見える。回収した方が殺害するよりリスポーンするまでの時間を多く稼げるので再度 CQC で無力化します。は？これまずいです。お前もエナジーボール持ってたのか。頼む気絶してくれ。これだからはこんなんだよ。もうアームホール生成器は残ってないですね。安心材料がないのでやばいです。相手プレイヤーの義手の色から、私のものと同じで跳ね技ができるのでこれされるとランクポイントめちゃくちゃ引かれるのでかなり焦ってます。この時は暗視ゴーグルをつけておくべきだったぜ。お？スリーブグレネードが飛んできました。一旦段ボールをかぶって、マーキングを外します。
マーキングされたり、されたと思ったらやった方が絶対いいぜ。ただし、安全なところでやってくれよな。左に一瞬だけ動く影が見えました。ああまずいですよ。これ。空前絶後の大チャンス。今のうちにゴールします。地雷の足止めを考慮してエナジーボールで突っ込みます。もう起き上がってきてる。何？ゴールできない？ああ、こんなところにスリープ性の地雷が。頼む追ってくれ。よし。ゴールは目の前なんだ。この瞬間で決める。ミッション、コンプリート。いやー、最後接戦でしたね。おそらく欲が出たのでしょうか？私を回収しようとしてる間になんとか起き上がれたのでそのままゴールイン。起き上がった直後に緊急回避してなかったら危なかったです。これです。めちゃめちゃ綺麗にゴールにダイブしてますね。GG、対戦ありがとうございました。ちょっと待ってほしいですね。相手のスタックを余分に引き抜いてしまったようです。申し訳ない。それじゃあ、今日はこの辺で。また会おう。おい、一つ聞いてもいいか？どうしたかね？スタックを6人確実に取り戻すなら、相手プレイヤーがオフラインの時を狙えばよかったと思うんだが、なぜわざわざリスクが高いことをした？ PVP においては、リスクは高いと思ったよ。ただ、私は計算し尽くしてこのような行動をとったのだよ。まず、思い返してほしい。序盤の方で通知を送ったのにもかかわらず、相手プレイヤーが乱入するまで10分以上かかっているということを。確かに謎だな。これは相手プレイヤーが私のスタック6人を奪い去った4分後を狙って攻撃したんだ。基本メタルギアで FOB をやってる人は FOB しかしないからね。相手プレイヤーが別の人の FOB のところに侵入している間を狙った、ということか。ご名答。タイミングも完全に計算してまでスタック6人を取り戻したかったのだな。それは違うのだよ、マリサくん。なんだと？実は今回の目的はスタック奪還じゃないんだよ。全スタック最高ランク集めるのにどれだけの苦労がいると思ってるんだ？そのスタック6人でも尋常な被害だぞ。正直言って、スタッフ6人のことはどうでもよくてそのまま渡しても良いとも思ってたのだよ。100人でも200人でも奪われても簡単に取り戻す方法があるから問題ないんだよ。必殺、バックアップ。おい、それじゃあ、相手プレイヤーは報復相手という大義名分でスタッフを皆殺しにできる快楽と潜入報酬をもらうためにわざわざ付き合ってもらった犠牲者です。